はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回は7月20日リリース予定となっている時間を操る少女が世界を救うクリステイルズという RPG ゲームを紹介します。先日行われた Steam Next Fest でプレイした体験版で個人的に一番面白かった作品なので、どんな作品なのかを簡単にまとめてみました。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単にわかりやすく紹介しております。たまにこういったソフト単体を紹介しますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。高動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速行ってみましょう。ではまず作品の概要から説明していきます。2021年7月20日リリース予定日本語対応の作品です。Steam のフォロワー数は 14,091 人。メジャーなビッグタイトルではないですけども、注目されている作品ですね。対応機種は PC、PS4、PS5、Nintendo Switch、Xbox One。ジャンルはファンタジー RPG。販売予定価格はだいたい4000円弱になっていますね。Steam に体験版がありますけども、日本語には対応していませんでした。本作はコロンビアのインディーズ開発会社が手掛ける新作 RPG で、日本の RPG とアドベンチャーゲームを組み合わせたような作品です。バルキリープロファイルやファイナルファンタジー6、クロノトリガーなど日本の RPG 作品に影響を受けており、実際に体験版をプレイして日本人受けしそうな作品だなと思いました。本作の最大の特徴は過去、現代、未来の3つの時間軸を同時に見ることができて、過去から学び、現代で行動し、未来を変えていくといったこれがね、この作品のメインコンセプトであり、ユニークなゲームシステムになっています。物語のあらすじを簡単に紹介します。物語の主人公は孤児院で暮らす少女クリスベル。ある日、マザースーペリアからバラを取ってくるようにお使いを頼まれますが、喋る怪物マティアスにバラを奪われてしまいます。このマティアスとの出会いがクリスベルの運命に大きな影響を与えることになります。バラを取り返すためにマティアスを追いかけているうちに、ナリム大聖堂に連れて行かれ、クリスベルは時間を操る能力、タイムクリスタルの力を開花させます。この能力でクリスベルは過去、現代、未来を見通すことができるようになります。その後、時間を操る能力を開花させたクリスベルは、カエルのマティアスに導かれ、魔導士ウィルヘルムと出会い、彼から時間の操り方を学びます。村に戻ったクリスベルはタイムエンペランスによってゴブリンに襲撃された農場を目撃することになります。村を守るために再びウィルヘルムの元に戻り、村を救うには強大な力を宿す剣を手に入れることを教えられます。しかし、ウィルヘルムの思いとは裏腹に、クリスベルはいとも簡単に剣を手に入れてしまい、彼はクリスベルに興味を抱き始めます。剣を手に入れたクリスベルは村へと戻り、助っ人に駆けつけたクリストファーと共にゴブリンの軍勢に立ち向かい、無事に村を守ることができました。クリスベルはタイムメイジとして世界を混沌に陥れようとするタイムエンペランスの野望を阻止するとともに、このファンタジー世界クリスタリスにある4つの王国に住む全ての人々の未来をより良いものにするために冒険の旅に出るといった物語です。ゲームシステム。ゲーム自体はアニメテイストな王道のファンタジー RPG といった作品。バルキリープロファイル、ファイナルファンタジー6、クロノトリガーといった日本の古典的名作の良さをどことなく感じさせながらも新鮮なゲーム体験ができるといった印象を感じました。主にゲームは過去、現代、未来の時間軸が同時に表示されたフィールドでのアドベンチャーパートとターンベースのバトルパートでゲームは展開します。アドベンチャーパートではクリスベルは時間を操る能力、タイムクリスタルの力によって過去から学び、現代で行動し、未来を変え、人々の未来をより良いものにする。すべてのキャラクター、NPC、敵、果ては王国にも過去があり、現代があり、未来があり、クリスベルの行動次第では世界を大きく変化することになります。クリスベルは過去、現代、未来を見通すことができるのですが、実際に過去や未来に行くことはできません。クリスベルの代わりにカエルのマティアスが過去や未来の世界に干渉することで世界に影響を与えることができます。例えば、過去ではただの土だった場所に、現代で種を植え、未来では木になって木の実が落ちるといった場面を見ることができます。落ちた木の実をマティアスが未来に干渉して持ち帰ることができます。こういった時間を操る能力を使い、今現代手に入らない木の実を未来から取ってきたり、未来では犯罪者になってしまう若者に、現代でお金を施すことで、犯罪者になる未来を書き換えることが可能です。バトルパートはクラシック RPG 定番の戦闘スタイル。ターン制のコマンド選択型となっており、攻撃や防御の時タイミングよくボタンを押すことで攻撃回数が増えたり、ジャストガードが発生したりするシステムになっています。このバトルパートでも時間を操る能力を使ってユニークな戦闘が繰り広げられます。体験版ではボルケーノシスターズという姉妹の敵と戦闘になるのですけども、姉妹の片方ずつが持つ巨大な盾で攻撃を防がれ、ダメージを入れることができないといった状況に陥ります。
しかしマティアスの助言によりクリストファーの魔法で盾を水浸しにしてからクリスベルの時間を操る能力で敵を未来に送ることで盾は錆びつきボロボロの状態になり、ボルケーノシスターズにダメージを入れることができるようになります。体験版ではマティアスの助言で考えたりすることはなかったですけども、本編では助言はないと思いますので、こういった状況になった時時間を操ってどうやって戦っていくのか、どうやってこの敵倒すのかって考えるのもね楽しいと思いますね。キャラクター紹介。クリスベル、本作の主人公で時間を操る能力であるタイムクリスタルの力を使い世界を混沌に陥れようとするタイムエンペランスの野望を阻止するために旅に出る。また孤児として育った彼女自身の過去についても旅の途中で明らかになっていくみたいです。喋るカエルマティアス。黒いシルクハットをかぶりそれに合う蝶ネクタイをした黄色いカエル。彼自身のことについてはまだ明らかになっていませんが、魔導士ウィルヘルムとは以前からの知り合いのようです。謎多き喋るカエルです。ウィルヘルム自身も時間を操る魔導士タイムメイジであるが、その力は自身の老化を防ぐということ以外はあまり知られていません。見た目は子供のようだが実際にはかなり年齢はいってるみたいです。体験版をプレイした感想は、正直イラストを見た瞬間に体験版をねダウンロードしていました。ジャケ買いのような感じですね。個人的に目を引いたのが手書きの美しいアートスタイルですね。最先端のグラフィックでもなく、かといってレトロな感じでもないんですね。ちょうど古き良きところを現代風にアレンジしたかのようなグラフィックがとっても印象的でしたね。日本のイラストっぽさは感じさせませんが、とっても可愛らしくて嫌味のない印象ですね。色使いがパステルカラーのような明るい色合いで、なんとなくディズニーっぽさをイメージさせる作りになっていると感じました。アニメ調でセルガ風のフラットなキャラクターのイラストもいいんですけども、特にね私的には背景の色合いとかがとっても好みで好印象でしたね。それと本作の最大の特徴である時間を操る能力を使った謎解きや戦闘がやりごたえがありそうに感じました。体験版は英語だったので完璧に話の内容を理解したわけではなかったので、街の住民の悩み事とか解決する方法がなかなかね分かりませんでした。未来でこうなるから過去でこうすれば現代にこうなって未来は変わるっていうようなことをね考えながらやるのは楽しかったですね。Steam のページの概要欄に心躍る忘れられない冒険を通して分岐するストーリー、あなたの行動次第では未来は一つだけではないとね記載があるので、未来を変化させることでストーリー展開はもちろん、もしかしたらエンディングにも何らかしらの変化があったりするかもしれませんね。はい、今回はクリステールという RPG ゲームの紹介を簡単にしていきました。2021年7月20日リリース予定日本語対応の作品です。対応機種は PC、PS4、PS5、Nintendo Switch、Xbox One。ジャンルはファンタジー RPG。販売価格はだいたい4000円弱となっていますね。時間を操る少女クリスベルが世界を救う RPG。過去、現代、未来3つの時間が映し出される画面を同時に見ることで過去から学び、現代で行動し、未来を変えるといったゲームシステムが本作の最大の特徴となっています。また、グラフィックは海外のセルガ風アニメーションを回せるフラットデザインで美しく流れるようなアニメーションも特徴の一つです。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームを簡単にわかりやすく紹介しております。たまにこういったソフトの単体も紹介もしています。この動画が少しでもあなたの役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日ありますので次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。